ません、ありがとうございます。ありますように。はい、どうぞ。いらっしゃいませ、こんにちは。仲間だから愛のプレゼントです。素敵な月曜日を。中村さんに会いに来るだけにためだけに来たって。で、お客様がやっぱり喜んでくれるっていうか、ね、やっぱりそれが一番私にとっては嬉しいから。そしてもうお客様を愛してどこまでも、そしてお客様に使えるっていうこと。自分を愛するように今のようにお客様を愛して使えていこうと。燃えるんですけど。原さんおはようございます。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。中村さん、それ何持っとるとですか。はい。それ何持っとるとですか。お菓子。どうですか、これでゆっくりしてる方。すごい体力使われるでしょ、誘導で。使いますね。結構使いますよ。はい、ありがとうございました。それでお客様がやっぱり喜んでくれるっていうか、ね、やっぱりそれが一番私にとっては嬉しいから、だからなんていうか、もう私の基本っていうのはもう難しいことはないんですけど、まず心を尽くしてね、思いを尽くして、知性の頭を尽くして、そしてもうお客様を愛してどこまでも、そしてお客様に使えるっていうこと、で自分を愛するように人を愛するってことです。自分が一番人間っていうのは好きなはずですから。そうですね。だから自分を愛するように人を愛そうと。だから朝もルーティンがあって、朝起きた時に必ず自分自身を戒めるんですね。人間っていうのは弱いんで、だから常に今日もへりくだって、そして慈しみと恵みを持ってお客様を愛し、ね、もう自分を愛するように今のようにお客様を愛して仕えていこうと、必ず。だから砕かれた悔いた心をきちんと持って、必ずそこは忘れずに、だから高ぶらないんです。だからお客様がファーストになるんです。それはもう常に毎朝もう8年間なりますね。ありがとうございます。だからその喜びを持っていつも笑顔でお客様を接するんですけどね。それがやっぱり大事なことかなと思いますけどね。そうですね。さっきね、そこの北九州のお客さんはもうね、中村さんに会いに来るだけにためだけに来たって。そうなんですか。言ってました。もったいないですね。もう中村さん、先月はほとんど取材やったんじゃなかったんですか、もしかしたら。そうですね、9月からは中京テレビさんが入ってましたからね、それが終わって今度は KBC さんですね。なかなかバタバタですね。
あ、いらっしゃいませ。こんにちは。中村から愛のプレゼントです。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な月曜日を。どうもありがとうございます。ありがとうございます。こちらよろしいですか。すいません。はい、お車入ります。はい、お車入ります。ご注意ください。お待たせいたしました。4名様でお待ちの渡辺様、4名様でお待ちの渡辺様、お席の準備ができました。店内までお越しくださいませ。はい、どうぞ。出た、はい。はい。オッケーです。はい。ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。運がありますように。はいありがとうございますはい、どうぞ。はい。はい、どうぞ。テレビは何を見てこられたんですか。テレビは北九州だから。思うまでしょ。思うまでしょ。そうですかね。FBS。ああ、そうかそうか。ね。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。そう。はい、ありがとうございました。それでは1時間以上待ちますが大丈夫ですか。はい、この中に入ります。それでは行きます。はい、すいませんね。はい。くださいました。ただいま待ち時間でございますが、1時間かかりそうな気がします。はい、よかったらこの中に入ります。どうぞ。へえ。どちらから来られたんでしたっけ。宮崎。初めてってどうやったんですか。美味しかったです。これどうやった。よかったね。ノーリアクション。笑ってよ。美味しかったです。食べたね。ね、チャーハン美味しかったね。チャーハンね。チャーハン食べた。わかりました。すみません、ありがとうございます。は
はい、ありがとうございました。寄せてハザードをつけてお名前だけ。はい、行きます。はい、なのでどんなに遅くても2時半前には帰ってくださいね。いいですか？それでは少し左側に寄せてハザードをお願いします。どうやったんですか、初めての鳥天。いや、分かったですね。鳥天食べたんでしょ。鳥天食ったっす。みんな鳥天。柚子の方を食ったっす。あ、柚子の方。あとどれぐらい待たれたんだっけ。40分ぐらいですか。あ、40分ぐらいですかね。はあ、そうなんですね。全然まあ使っちゃった。あ、本当ですか。じゃあまたぜひね、こっち来られた時です。ありがとうございます。ありがとうございます。いる？はい、お星様。お星様。はい、ママにあげたか。はい、ありがとうございました。90分待ち。ちょっと1時間半長いですよね。どっから来たと？どっから来たと？福岡。今日ね、何食べると？鳥天やし。鳥天食べると。ご飯とウインナー。鳥天。ご兄弟で。違います。全然別。鳥天。映った。じゃあまたね、後で食べた初めて来られたとですか。はい。また後で話聞かせて。はい。っていうのがおそらく忙しくなると思いますね。ですね、勤労感謝の日じゃなかったかなと思います。3連休がね。そうですね。素晴らしい月曜日の。ありがとうございます。イエーイ。嬉しい。なんかめちゃめちゃ嬉しいね。嬉しいね。嬉しいね。これピースピース。ピース。ピースは。頑張ってください。そうなると今度は3時から5時は準備中じゃなくて鳥天やその定食のみの営業には変わりますけれども、ストップするわけではないからですね、土日祝祭日の場合は。だからそれがあればいいでしょうけど、なかなかこう人数的にもいろんな面でね。そうですね。これだけね来ちゃったらね。やっぱり土日祝日がやっぱどうしても多くなっちゃうのはね、間違いないからですね。だからどうしてもまあお召し上がりになりたい時はもう少し待つのを覚悟で、逆に土日祝祭日の方をに来てもらえれば必ず1とか1時半でストップするとかいうふうなことはなくなりますから。そうですね。で2時間だと観光が一つできるんですね。なので海卵に行かれたりとか、お猿さんの山ですね、それとか地獄巡りとかいうのを少し堪能してもらって、ちょうど帰ってくるのが大体まあ2時間ぐらいはいいんじゃないかなと。その時にお名前の右にチェックをされて、不在ってなっておりましたら、帰ってきましたっておっしゃっていただければ、次必ず呼ばれますので、そうですね。そちらの方がずっと2時間待つというよりはいいかもしれませんね。そうですね。割にね、この辺観光地とかいろんなとこ近いからいっぱいありますからね、時間潰すところとかはですね。だからお土産買いに行ってもいいですしね、まあいろんな感じで。平日の場合はまあこういう感じがあるんで、ちょっと危ないそうですねかなっていう時はありますよね。わかる。中村さんに会いに来られたのがメインだと思うんですけども、鳥天はどうだったんですか？鳥天は食べてなくて、違う
違うの食べたんですよ。違うの食べたんですか。はいはい。美味しかった、めちゃくちゃ美味しかったです。何食べたんですか、ちなみに。五目焼きそば。へえ、はい。めっちゃ美味しかったです。まあでも目的はほぼ中村さんだからね。全然中村さんです。中村さん一択で。もうそれでもう満足される。あ、もう満足です。十分満足です。なんか元気もらいました。あ、本当ですか。すみません。じゃあまたぜひよろしくお願いします。はい、いろいろありがとうございます。目の前に書いてあるようなあれでしたらテイクアウトなんかおすすめします大体人気なんですけど早いですよ。店内までお越しくださいませ。続きまして4名様でお待ちの各様、4名様でお待ちの各様、お席のはいどうぞ。はいどうぞ。はい、お姫様も。はいどうぞ。寒いですね。はいどうぞ。はい、お寒くはありませんでしょうか。はい、わずかばかり温まってください。はいどうぞ。枯れないか色。おじちゃんがくれた。ね。シャカシャカして。シャカシャカして。こういうのあんま使わんと。はいどうぞ。私が食べようと思いましたが、差し上げます。はいどうぞ。大好きですよ。足をまあ自分が自腹であれしているっていうのが流れて、そしたらこういうふうにしてなります。ただいま13時15分でございます。はい。お釣りが来るかもしれません。はい、いかがでしょう。せっかく来られたので、どうでしょうか。それからですね、もう一つ、常盤デパート別店地下1階のフードコートにも当店ありますが、そこは4時が準備中になります。10分足らずで行きます。行ってみる価値はございます。はい、そこもテイクアウトもできますから。はい、どうぞ。あ、ついちゃった。あ、写真撮れます。あの人を狙ってきたので。写真撮ります。あ、本当。あ、はい。はい。ちなみに食べられた鳥天を。あ、食べました。こちら初めてでした。初めてです。どうだったんですか。いや、柔らかくてすごい美味しかったです。あ、どちらから来られてましたっけ。あ、いや、愛媛です。愛媛から。はい。ここ以外の目的があって来られたんですか。普通に温泉目的で来て、はい。あ、本当ですか。じゃあまたぜひ。あ、はい。バイバイ。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。かっこいい。失礼します。あと10分。はい。あ、よかったです。それは。今日は皆様で1、2、3、4、4名プラス天使でよろしいですね。はい、そうです。はい、どうぞ。はい、どうぞ。素敵な日ですよ。ぐらいでお釣りが来るぐらいです。長くはございません。あとお時間が少しでもあるのでしたら、常盤デパート別店地下1階のフードコートに当店は出しておりますが、4時が準備中になります。10分ぐらいで行きます。なのでそこでしたらお召し上がりになることは可能ではなかろうかとは思います。行ってみないと分かりませんが、どうしましょう。はい、テイクアウト。テイクアウトでいきますか。年内のテイクアウトはノーマルの鶏天の単品、もしくはそのお待たせいたしました。2名様でお待ちの上園様、2名様でお待ちの上園様、続きまして2名様でお待ちの藤原様、2名様でお待ちの
月曜日を。はい、ちょっと待ってくださいね。もうテイクアウトしてしまいました。そうですね。ただお車ではないので、あれでしたら本来だったら今、そうですね。もうこちらの方でこれを持っていきます。そして私がタオルをこれをまた上から引きますので、はい、それで食べましょう。はい、待っております。どうですか、すごくなんかね。タイムリーでびっくりした。あれどっから来られたんでしたっけ？千葉浦安。千葉か。ああ、浦安。そう。そうなんだ。おもま。ああ、そうです。ですね。やっぱ皆さん。それ見てすっごい美味しそう、全部美味しそうだなって思って。料理がですね、結構出られてた。まだ見てないんですけど、なんか料理も美味しいのがいっぱい出てたからって。そう、中村さんもお会いして。よかったです。はい、お会いできてます。フィンランドにリアクションを送っておきます。はい、ありがとうございます。食べれました。どうだったんですか？初めてですよ。初めてです。はい。何食べられたんですか？柚子の鶏天を食べました。はい、美味しかったです。はい。どちらから来られてたの？千葉から。はい。中村さんと柚子天食べれてよかったです。いい思い出になりました。いいね、いいね。あ、いいよ。ありがとう。かちゃんも食べて。これ持って。鶏天持って。鶏天カメラ。こっち向いてカメラ。大丈夫それ。なんかどうだった？美味しかった。美味しかった。公的ご案内です。奥の階段から2階へお願いします。失礼します。はい。7番です。ごめんなさい。はい。これ7番です。こ
テルに帰って食べられても絶対美味しくないんですよ、やっぱり揚げたてです、何言っても。だから選択ができる、チョイスができるような提案はさせていただくんですね。今日ね、本当に段ボールで食べられたお客さんもいらっしゃるし、やっぱりね、ただすごいやっぱり喜んでらっしゃいましたよ、ジャンパーまで借りてね。まあね、ああいうことあるんですか？大体今までそんなこともあったんですか？そうですね、何回かあそこでありましたね。あと、そうですね、ちょうど、空港行きで、そこ出たところ空港バスありますからね、ちょっとわからないというところ感じで、そこまでもう3時で終わったからですね、そこまで私がご案内、したりとか、いうこともありますし、いろいろですね、結構ありましたね。ただやっぱり今日朝みたいにですね、中村さん宛てに最近もお手紙すごい多いでしょ。返事もね、書かんといかんしっていうの読むのもあるらしいですね。いやでも嬉しいですよね。テレビ見て心が温まったってね、豊かになったとかね、そういうで感動したって、もう泣けたとか、やっぱりただこっちですあっちですっていうだけじゃなくて、やはり心を寄せるっていうかね、お客様は本当にその短い時間でもその時間全部お客様に全てを費やすっていうか、やってますんでね、それがやはりお客様に届いてるんだなと思って、だから今日の申し訳ないんですけど、あちらの方でお召し上がりになった方がいいですよって言ったお客様もやっぱりいい思い出になったらいいんじゃないかなと思うんです。もう質が落ちたような鶏天じゃなくて、揚げたての美味しいもの、そしてちょうど私がコーヒー買うふりして、私ちょうどコーヒー飲むんですけど何かいりませんかってこうちらっと見ただけで飲み物がなかったんで、ちらっと見て、だから温かいお茶、冷たいお茶、どっちがいいですか？あったかいの？じゃああったかい緑茶とほうじ茶ありますけど、どっちがいいですか？って言ったらほうじ茶って言って、私もね飲みたいからついでに買いますって言って差し上げてね。なんかすごい思い出になると思うんですよね。多分っていうかね、なかなか東京からねこっちに来るって言ったらね、もう千葉だからですね。そうですよね。やっぱなかなかね、思い切らない、計画もねしっかり立てて思い切らないとね。そうなんですよ。だからもう何年後に来るかどうかも分かりませんしね。で7年前来て中村さんの大ファンになりました。極端に言ったらそれを持って帰って家で召し上がられるっていう場合でも、例えば軽くチンしてまた魚焼きみたいな感じでやってもいいんですけど、それでもやはり揚げたてのとはやっぱりこう質が違うんですね。どうしてもそうなんですよ。だから変な油臭さが残ってしまうので、だからもうカリッと揚げたそういう時じゃないと、なんでちょっとどうかなとは思ったんですけどね。でも食べてって思うより、やっぱりサクサクの美味しいジューシーな鶏天を食べて、わあよかったってやっぱり思ってほしいですからね。いろいろ中華があるんでいいんですけど、向こうないんですね。これはあれだけど、こんなもんでしょうかね。なので鶏天、これがノーマルですね。でこれゆず鶏天、青さ鶏天、これ時谷にしかないんです。でこれを全部ミックスした食べ比べ、なのでテイクアウトっていうのはこの食べ比べはないんですけど、テイクアウトこれ全部できる、単品または定食とか、なんで地下のフードコートなんで、たくさんテーブルがありますからね、いけるかな。で皆さんがそういうふうになると、これどんどん時が増えていきますよね。そうですね。だからそこであんまりここと同じようにあんまりも多いとさばけないと
と、なら途中でストップがかかったりとかする場合があるかなと思って、まあ時矢の方にどうですかって言ったはいいが、でそれもちょっと、だから店内でお待ちくださいませ。回すのは回すんですけど、頃合いを見てちょっと回さないようにしたりもしますね。なんでかというと、回してそれを期待してお客様が行ったのに、そこでまでストップがかかっとったとか、かなりまた待ったとか、なったらやっぱりかわいそうじゃないですか。そうですね、やっぱりですね、まあ近いとはいえね、やっぱりまた戻ってくるわけにもいかんしですね。いや、一回それがあるんですよ。こう行って向こうに来ました。だかなりまた長いです。そしてまたこっちにまた戻ってきましたっていうお客様いらっしゃいますんでね。その時確か土日祝祭日の方だと思うんです。平日じゃなくて。だからその準備中にはならないんですけれども、しかし行って帰ってとかさせてしまった、本当に申し訳ないなとかね。でもね、僕やっぱりいろいろお話聞いてたらね、まあやっぱり県外の方が5割はいたんじゃないかなって思うんですよね、やっぱりね。そうですよね。それで特にやっぱり関東方面、結構東京から来られてる方が多くて、まあ多いって言ってもね、全体で何組だったかちょっと分かんないですけど、でもやっぱりね、東京だけでも優に10組近く、10組弱ぐらいやっぱりいたんじゃないかなと思うんですよね。意外と東京多いんですよね。で、福岡が多いんですよ。福岡多かったですね、今日ね。なぜか福岡多いですよ。なぜか多いですね。福岡もやっぱりね、まあ僕もちょうど、僕も福岡から来てますっていう話かなりしましたね。だからと思うんですけど、まあこのテレビが思うまい店のテレビが放映される前でしたら、意外と九州県内、宮崎とか熊本、四国エリアが結構多かったんですね。で、関西の方のお客様も結構いらっしゃって、ちょっと来られる層っていうか都道府県のあれがちょっとテレビがあってが若干変わったのかなと。まあ変わったと言っても結局やっぱりまあ同じっちゃ同じですけどね。どうしてもね、もう基本的にもう今日入ってからもうもう今3時までずっと満席だからですね。結局のところはですね、まあやっぱりキャパのね限りはやっぱりあるので。行った先でしょうかね。ちょっと右側をこう気にしながらこう行ってみてください。コスモスってもうすぐ見えますから。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。会いましょう。大好き。呼んでもらえるんですか？喜んで。ありがとうございます。それではお名前だけよろしいですか？中でお待ちくださいませ。ありがとうございます。別府駅までなんですけど。かしこまりました。はい。はい、それでは少々お待ちくださいませ。ただいま呼ばせていただきました。こちらの方にタクシーが参ります。そして、そうですね、上に黄色い丸い提灯がありまして、カタカナで「か」ん「き」と書いてあります。お乗りください。はい、わかりました。また会いましょうね。はい、素敵な一日を。はい、大好きです。はい、また会いましょう。ありがとうございます。はい、気をつけて、また会いましょう。誘導の前はなんか仕込みとかもやれるとですか？そうですね。あちらの方が工房なので、10時に向こうぐらいに行って、はい、ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。まあちょっと待機みたいな感じで。でなった時に、もしこれが開けた時に果たしてやめないでいてくれるだろうかなって思ったんです。でお金も必要でしょうし、だから一応まあ料理長なんかに私はならもう2、3万でもなら私の給料からなら彼にあげて、とにかく彼を辞めさせないようにと。
できないかなじゃいやそれはできんやろっては言われましたけどね。そうですどこのものっていうよりも中村さんがもらってるからねやっぱり余計にねっていうのは絶対あると思うんですよね。また話のきっかけにもなりますし、でまた長いとやはりもうお腹が空いてお腹の虫が鳴ってしまうし、だからそういった時とかまた家族構成というかそのグループの構成がどうなっているかっていうのを駄菓子をあげることによってどういうふうな感じ小さなお子さんこれはちょっと重たいんだろうなと思ったら最初差し上げた駄菓子とはまた別の種類のものそれも子どもさんが食べられるものっていう感じで数種類は常に用意するんですね。だから離乳食の方はハイハインとかそれをあげてまた妊婦様にも私はそれをあげるで可愛い天使に届けてあげてください、いらっしゃいって言ってお腹にたら喜んでください。すごいねやっぱり皆さんに喜ばれるっていうかね、でもしかもねやっぱりその子供さんだけじゃなくてもう本当にお父さんもお母さんもねご家族皆さん喜んでらっしゃるからですねやっぱりそれすごいなと思います。だからご年配のファンレーダーでもグループホームの方からかですかね79歳のご高齢の女性の方からファンレターを書きますと言ってあれ毎日のように来るとですかだからそういうふうなお客様も結構7、80代のもう皆さん家族で来られたりしますんでね、そういう時には大体もう子供さんにはならビスコだろうな、ちょっと離乳食の方は早いんだろうな、またちょっとお若ければチョコレート系でもいいかな、でご年配の方やったらチョコレートはあんまり好きじゃないだろうならきなこ餅のような口に入れたらすぐ溶けるようなそっちの方がいいんじゃないかとか、いろんな感じのその構成を見ながら、でそうすると偏らないでいいじゃないですか。でもうそういった時間待ってる時間も苦でないっていうか、楽しく待っていただければなって思うんですよね。だからいい思い出になってくれたらなと思ってそれだけでやってますからね。ありがとうございました。どうも一段ございます。またお会いしましょうね。ありがとうございます。今日いろいろとですね、お伺いさせていただきましてですね、もう本当に中村さんのね思いが伝わったこちら僕もね伝わったのでですね、そうです本当にいろいろとまた見てる人にそういうのが伝わればいいなと思いますが、すみません今日はいろいろとありがとうございました。これからもお客様に愛して尽くしてまいります。ありがとうございます。失礼します。また会いましょう皆さん大好きです。